こんにちは、鉄言です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は新大阪駅に来ております。新大阪のホテルはですね、10ヶ月ぶりぐらいなんですが、新大阪自体がね、結構ね、新幹線乗ったり、京都に行くにもここで乗り換えたりするので、結構来てるんですよね。だからあんまり久しぶりって感じはしませんが、今回はですね、皆さんもひょっとしたら知ってるんじゃないかなと思う、チェーンホテルなんですけども、僕今回ね、初めて泊まるんですよ。前から気になってたんでね、今回予約しました。そのホテルはこちら。コンフォートホテル新大阪です。詳細はこのようになっております。今回もじゃらんで予約しております。一泊朝食付き。この朝食なんですけども、実は無料でついてくるんですよね。嬉しいですね。で、ダブルスタンダードの禁煙の部屋。チェックインが15時からチェックアウト11時。利用料金が8900円、クーポンで800円引きの支払い合計が8100円となっております。いや、このお値段は結構嬉しいですね。で、コンフォートホテルって僕、シティホテルかなんかかなってずっと思ってたんですが、どちらかといえばビジホなんですよね。それで朝食がね、無料ということなんで、嬉しいんですけども、なんかコンフォートホテルのね、違うところのね、店舗とかの、紹介の写真とか見てたら、朝食の写真がね、なんか同じやなってずっと思ってたんですよ。それがですね、コンフォートホテルってスムージーが出てね、それがおすすめらしいんですよ。だからなんか同じような写真ばっかりのような気がします。多分ですよ。ということで、ホテルに向かいたいと思います。それでは皆さんもご一緒に旅している気分で最後までお付き合いください。それではどうぞ。それでホテルなんですが、駅の南東側にありまして、こっちの方ってね、ほぼほぼ来たことないんでね、わかんなかったんですが、最初にオープニング撮ってたあの階段のところを南にまっすぐね、駐車場を渡ってきてたらここに出るんですよ。で、多分こちらに出ると一番早いかなと思います。それで線路沿いをずっと歩くんですけど、これって東海道線じゃないですよね。東海道線ってもう一本向こうですよね。で、出てきました。こちら、なんかオフィス街ですかね。ビルとか、コンフォートホテルありましたね。だいたい駅から3分から5分ってところですかね。いや、15階建てぐらいありますね、このホテル。で、こちらが正面玄関となっております。いや、結構綺麗ですね。それではチェックインしていきます。チェックインはセルフカウンターで行います。で、館内の説明を、ホテルのスタッフさんがするんですが、結局はエレベーターの中に書いてるからそれを見てくれということでした。今回は3階の310号室。ちょっと低いですが、いいでしょう。で、館内着なんですが、部屋にはないので、こちらから、フリーサイズのものが用意されております。で、アメニティ類はね、カミソリとかがないので、こちらから持っていきます。今回は取りませんでした。で、エレベーターは2機で、エレベーターの中にルームキーをかざすところがあるので、今ちょっと取り出すのに手間かかりましたけども、これをかざすとボタンが押せるようになります。で、3階なんで、あっという間に着きますから、説明のね、書いてるのを読んでる暇がありませんでした。で、3階です。で、結構綺麗で清潔感ある廊下ですね。で、310号室は、この案内図の裏側ですかね。ありました。310号室。
それでは入ります。広い？いや、廊下が長いんか。でも部屋も広いですね。いや、めっちゃ広いじゃないですか、ここ。いや、壁紙もおしゃれで、デスクも、なんかベッドも可愛らしいですね。いやいや、広い広い。これはいいですね。当たりですね。それでは玄関から見ていきましょう。しかし、長い廊下ですね。これなんでこんな長いんかな？なんもないですよね。避難経路を見ていると、なんか部屋、リネン室とかそういうのでしょうかね。はい。で、マグネットのやつがあって、で、ちょっと奥に行くと、ハンガーパイプとハンガー3本。そしてブラシと、下には、消臭スプレー、靴べら、スリッパ、バケージラックがあります。そして全身鏡があります。こちらはもうお分かりでしょうが、電気はこっちかな。で、ユニットバスも広いですね。結構広くて綺麗です。うん。ちょっとびっくりしてます。8100円ですよ、この部屋。いや湯船も結構広くて、鏡も大きくて綺麗です。ピカピカです。トイレはもちろんシャワートイレですね。リナックス。で、コップと歯磨きセットは、部屋に置いてありました。で、タオル、フェイスタオル、バスタオル。そして、ハンドソープ。で、洗面台が、この四角い平べったいにね、跳ね返るからちょっと嫌なんですよね。で、お風呂場はこういう感じですね。いや、いいですね。部屋の中に戻ってきました。シーリングが家庭用っていう感じですかね。デスクはこじんまりしてるけども、いいサイズ感ですね。そしてこちらは読書灯ですね。で、エアコンのリモコンがありまして、本体は、頭上に、これと思ったら後ろにありました。フェイントに引っかかりましたね。で、その下には電話とコンセントが2つと LAN と、USB の線があります。で、充電用のプラグがありまして、これ持って帰られないか心配しますね。そしてメモ用紙と、鏡ですね。こう立てかけで置けると、机の上がね、ちょっとごちゃっとしなくていいですよね。奥の棚には電気ケトル、コップとかドライヤー、そしてティッシュがあります。で、金庫と、冷蔵庫ですね。スイッチを入れて使うタイプで、ビジホ標準タイプですね。テレビや壁掛けタイプの大きなやつ。で、コンセントと USB と思ったら HDMI でしたね。で、スイッチとかゲームできますね。で、ベッドは140センチ幅の広いタイプです。下には収納もできるかなって感じです。で、ベッド脇にはアラームと、部屋の照明のスイッチ。そして、くぼみにはコンセント2箇所と USB があります。ベッドの頭の部分は広めの棚になってますね。いいですね。で、クッションもついてます。ベッドの上でくつろぐにはちょうどいいですよね。そして枕は1個目、ペランペランですね。ペランペランですけど、こういうのがいいんですよね。結構ペランペランです。で、もう1個は高反発の分厚いやつですね。で、ベッドの奥には、ライトが1箇所ついてました。さあ、行きましょうか。ちょっと
いけるかな。おお、いけた。でも奥側がやっぱりね、ちょっと引っかかりますね。ガードはちょっと硬めですが、折れ方はもう申し分ない。今回は80点かな。80点いきましょう。で、ベッドはかなり沈みます。かなり柔らかいですね。ちょっと腰に負担かかるかもしれませんね。で、ベッドに寝転がるとこういう感じで、ちょっとエアコンが真上にあるのが気になります。はい、窓の外はどんな感じなんでしょうか。3階なんでね、あまり期待はできてませんが、表側の通りですね。視界は結構広がってる感じですね、3階にしては。ね、15階だと駅までひょっとしたら見えるかもしれませんが、でも悪くはないですね。やっぱり1階から3階じゃ案内は読み切れませんね。ちょっと外出しようかなというその前に、ライブラリーカフェというのがあるので、ちょっと見ていきましょう。こちらは朝には朝食会場になります。で、こうやって本が置いてあって、結構おしゃれなところですよ。で、コーヒーとかが飲めて、コワーキングに使ったり、ね、お友達とおしゃべりしたりもできます。それではね、お腹も空いてきたので、ご飯でも食べてこようかなと思います。やっぱり新大阪駅がいいですね。入ったことのない店も結構あるので、いろいろと探したいと思います。ホテル付近でね、お店探すのもいいんですが、やっぱりね、新大阪駅っていろんな地方からね、新幹線乗ってくるので、大阪とか、関西のね、有名なお店とかが入ってたりするので、関西にある店とはいえ、僕も行ったことのない店の方が多いので、ちょっとそういうところを探したいなと思います。ちょっとお好み焼き食べたいかな。動画内ではテイクアウトでしかね、食べてないので、ちょっとお店あるかな。ここ、左上の方にメッセ熊子というところがありますね。で、味の小道かな。庄司かな小道だと思います。で、あんまり教えたくないんですけど、ここの焼き鳥屋、結構美味しいんですよ。あの焼き鳥屋もいいんですけどね、お客さんいっぱいでしたからね。で、ぐるっと回ってきて、こちらですかね。ネギ横。熊。でも人が結構並んでますね。どうしようかなって思って先に行くと、こちらにもありますね。でも看板がちょっと、なんかデザインが違いますね。メッセ熊子、こちらですね。では、こちらのメッセ熊子に入りたいと思います。はい、入店しました。テーブル席には鉄板があるんですが、カウンター席は鉄板がありません。メニュー見ていきましょうか。元祖ネギ横。美味しそうですね。これが名物みたいですね。牛すじたっぷりで。今日は豚玉でいいかなと思います。ね、ノーマルの豚玉が食べたいです。大阪でモダン焼きを食べるなら、もうお好み焼きと焼きそば別々で注文する方が、大阪らしい注文の仕方かなと思います。いや、おむそばも美味しそう。いやー、鉄板焼きとかもありますね。これ、油かす入り。これも大阪らしいですね。で、かき入りのお好み焼きって、広島だとね、結構あると思いますけど、大阪じゃ珍しいですね。それでは、いただきます。まずはビールをグイ。いやー、美味しいですね、もう。カウンターには追加のソースやマヨネーズ、そして青のりとカツオの魚粉ですね、が置いてあります。お好み焼きが焼き上がるまで15分ほどかかるので枝豆注文しました。
見てください。茹でたてでも湯気が立ってますね。熱々で美味しかったです。でね、塩加減が結構ね、少なめで薄味かなって思ってたんですが、そこの方はね、結構塩が溜まってました。なんていうかな、枝豆ってね、こういう雑で不揃いな感じがいいんですよ。僕はこういうのが好きなんですよ。美味しかったです。で、美味しかってね、もう、お好み焼き来る前に全部食べてしまいました。はい、来ました。お好み焼きです。目玉焼きのトッピングをしました。うわー、美味しそう。でね、なんか外国人からしたら、この鰹節がね、熱で動くのがね、面白いらしいです。お好み焼きのカットの仕方はね、格子状です。大阪は格子状です。ピザのような切り方はしないです。縦と横、こういう感じでね、ざっくりといきます。もう大胆に卵も潰していきましょう。そして箸を使うのは邪道です。ヘラでいきましょう。いやー、これがもう美味しいですね。もう、この見た目に反して中が軽いんですよ、結構。でね、やっぱりキャベツの甘さがね、出てきて、で、このソースですね、やっぱり。ソースと、で、卵の黄身がね、もうとろーっとかかって美味しいです。で、青のりかけていきましょう。で、マヨネーズもかけてます。さすがにソースはかけませんでした。いや、もうこれもね、美味しいんですよ。青のり、なんかね、風味が出て美味しくなるんですよね。それで、カツオ粉も後からかけたらね、これがまたね、カツオの風味がすっごいしてね、もう、めちゃくちゃ美味しかったです。いやー、ビールも進みますね。ほんと美味しかったです。久しぶりに熱々のね、お好み焼き食べれてね、大満足です。ちなみになんですが、今ここ入ったお店は、カタカナでメッセクマコで、お隣の店はひらがなでメッセクマというお店みたいです。メッセクマの姉妹店がこちらカタカナの方のメッセクマコらしいです。多分どちらもね、めっちゃ美味しいと思います。ごちそうさまでした。はい、駅の3階に上がってきました。こちらは新幹線や JR の在来線の改札のある階です。新幹線の南改札口を出たところにある通路に、いくつかテイクアウトできるお店があります。だいたいいつもね、お土産屋さんとかね、まあ2階のとことか行くんですけど、もうこっちもね、甘い香りがしてね、これはビアードパパのシュークリームですね。こちらはワッフルのお店ですね。こちらも甘くていい香りがします。もうたまりません。出た、ゴザソーロ。いやー、ゴザソーロも捨てがたい。そしてこちらは駅マルシェの方ですね。で、551すごい並んでますね。で、右側ね、これ象印食堂のお弁当があるんですよ。こちら側は、まあどちらかというと食事のね、方ですね。うわ、ロマンテとこも美味しそうですね。もう、たまりませんね。で、結局、こちら、マネケンさん、ベルギーワッフルのお店です。ここは前から気になってたんですけどね、なかなか買う機会がなかったんです。これ、ワッフルの生地ですか。で、型にはめて焼くんですね。なるほどね。で、こちら行列ってほどではないけども、列は絶えませんね。で、いろいろ種類が。アーモンド、メープル、で、チョコレート、プレーン。で、下にはワッフル以外のなんかありますね。なんでしょうね。僕も並んで買うことにしました。それではホテルに戻ります。いや、すごい風が強くて寒かったんですよ。で、ホテルに戻って、ライブラリーカフェに来ました。ちょっとコーヒーいただこうかなと思います。
それではコーヒーいただきましょう。苦味があってね、なかなか美味しかったです。ブリュッセルの小便小僧をロゴにしたベルギーワッフルのマネケンさんです。オランダ語で小便小僧をマネケンというそうです。で、買ってきたのはさつまいもバター。いや、甘くていい香りしますね。バターの香りがします。いただきます。いや、これは美味しいですね。ものすごく芋っていう感じは全然しませんが、外はサクッと中はしっとりとしててね。いや、美味しいですね。で、芋の香りは程よくてね、バターが効いててとっても美味しかったです。そして2個目はストロベリーショコラ。いやー、見るからに甘そうですね。生地がチョコレートの生地で、ストロベリーのソースがかけられて、さらにチョコレートソースも軽くかけられています。いや、これがめちゃくちゃ甘くて美味しいですね。ストロベリーのソースが本当にね、酸味がない、もう甘いだけのストロベリーなんですよ。だからもうほんまにめちゃくちゃ甘いです。これはカロリーめちゃくちゃ上がりますよ。で、チョコレートも美味しいですよ、これ。でもストロベリーの甘さが完全に勝ってますね。これはもう太りますね。確実に。はい、コンビニにやってきました。だいたいホテルから150メートルぐらいなんかしたところにあります。そしてこの通り沿いにもね、いろいろお店がありまして、こちらインドカレーですね。ものすごく食欲をそそるスパイスのいい香りがしますね。ちょっとこういうお店ってあんまり入ったことないんですよね。ちょっと辛いのがね、苦手なんで。そしてこちらテイクアウトの韓国豚丼、イチャトルって書いてました。そしてこちらなんか日本料理の定食屋さんかなと思ってメニューを見たらそこそこ高いですね。でもめっちゃ美味しそう。これちょっと覚えとこう。あとラーメン屋さんなんかもね、ありまして、いや、この通りだけでも結構店ありますね。うん。なんか動物の骨落ちてると思ったら、流木ですね、これ。なんかおしゃれに飾ってました。ホテルのカフェの横に朝食の予定時間をマグネットで貼るやつが置いてますね。空いてそうな7時ぐらいに行こうかなと思います。で、部屋に戻ってきて、テレビでね、ホテルインフォ見ます。で、ランドリーの使用状況とかね、朝食会場の混み具合とか見れます。で、15階建ての2階が、コインランドリーと自動販売機と製氷機が置いてあります。で、喫煙所は1階のロビーのところにあります。で、こうやって見てる間にお風呂のお湯溜めてたんですが、完全に忘れてました。完全に家にいる感じでいてたので、お風呂が沸きましたっていうのがね、なかったんでね、完全にもう気づかずに、もう溢れるとこでした。明日の朝も早いので、そろそろ寝たいと思います。おやすみなさーい。おはようございます。ただいま7時になろうとしています。西側の窓なんで太陽は差し込まないがいい天気なのはよくわかります。職場に向かう爆走おじさんがいますね。朝食会場の混雑状況を確認しましょうか。で、空席ありとなっております。朝食会場は1階のライブラリーカフェでいただきます。料理は無料でビュッフェ形式。
結構無料の割にはおかずとか多い感じがしますね。1膳目はこんな感じです。ちょっと少なめに持ってます。で、白米がなくて、五穀米ですかね。あります。で、味噌汁もなくて、その代わりコーンスープがありました。いただきます。この無料朝食なんてどうかなと思ったんですが、これがなかなかいけますね。で、これ何を食べてるのかよくわかりませんが、結構カレーのね、スパイスが効いてるような感じがします。美味しかったです。で、中でもね、特に美味しかったのが、この鶏肉なんですが、白味噌で和えてて、これがなかなかご飯が進むんですよ。美味しかったです。それでヘルシーな料理が多い印象がありましたね。今回の朝食は。無料で食べれる朝食のあるホテルは結構あるんですけども、その中でもかなり美味しいかなと思います。そしてスムージーもいただこうかなと思います。2種類あってね、僕が飲んだのはストロベリーココアスムージーです。で、コーヒーと一緒に入れちゃったんで、どっちがどっちか分かりづらいですが、右側の方がスムージーです。これがドローっとしててね、美味しかったですよ。今回は控えめの朝食でした。ごちそうさまでした。そろそろ帰ろうかなと思います。駅から近いんですが、少しね、外れのところにあるので、とても静かで快適でした。そしてこんな広い部屋、本当に良かったです。ありがとうございました。では、チェックアウトしていきます。それでは評価の方やっていきましょう。まずはアクセス。新大阪駅から近いんですが、少し歩く印象があるかなっていう感じですかね。で、立地は少し寂しいところにホテルがあるんですが、それでもお店はあるかなっていう感じです。どちらかといえば、やっぱり新大阪駅行った方がね、お店いっぱいあるのでいいかなと思います。あと、夜がとても静かでね、これはかなりセールスポイントですね。建物設備はもうご覧の通りとても綺麗でね、天井が結構低いかなとは思ってたんですが、それでもコンパクトにね、窮屈さはなくね、とても綺麗なホテルでした。部屋はもう思ってた以上に広くてね、もう快適でした。本当に連泊するにはね、ちょうどいいかなと思います。そしてサービスはもう、ウェルカムドリンクね、ライブラリーカフェでいただけて、で、次のね、朝食にも、つながっていくんですが、無料のね、朝食がね、とても良かったです。品数もね、多くてね、で、ヘルシーなメニューだったかなと思います。というわけで、総合評価は3.2。思ってた以上にクオリティは高いですね。なんで今まで止まらなかったんでしょうね。自分でもよくわかりません。今度からね、注目して、見ていきたいと思います。いやー、ほんと僕、これまで何してたんやろうなと思いました。例えばですね、スーパーホテル、アパホテル、そして東横インとか、マイステイズとか、こういったホテル泊まってきた中でなんでコンフォートホテル泊まんなかったんでしょうね。自分でも疑います。これからはごひいきにさせていただきます。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。